皆さんこんにちは、ゴリアユです。今日は久しぶりにちょっと語る動画にしていきたいと思います。前に動画に上げた通り、私は今皮膚病の新薬治療を受けていますが、今日はアトピーと私についてのお話。動画でよく時を遡ってますが、本日もまた遡って1993年ゴリアユ生誕。1歳の時アトピーを発症。小学生の時までは食物アレルギーもあって、小麦、牛乳、卵、チョコレートなど子供が大好きなものが何も食べられず、誕生日はいつもゼリーケーキを食べていた。おかげで太ることはなかった。当時はステロイドに対する認識が今よりも悪かった時代。後に生まれる弟は生まれてすぐアトピーのステロイド治療を短期間でしっかり行ったことで私よりも悪化はしなかったが、アトピーは20歳までに症状が良くならなければ一生付き合っていかないといけないと言われている病気。私はというと31歳である現在まで苦しむこととなった。赤ちゃんの時は本当に症状がひどく、視線が分散されるようわざとお母さんも私も赤い服を着ていたらしい。とは言っても幸い私の場合は塗り薬が割と効いたので、顔の湿疹はコンディションが悪い時に出るぐらいで、隠せる部位のみ発疹がひどかったためパッと見で気づかれることはあんまりなかった。私にとっては常に体のどこかしらから血が出ていることも、書き崩した跡が残ってしまっている肌も、朝と夜全身に薬を塗って保湿することも全て当たり前のことで、これがデフォルトなので自分の肌がどれだけ人と違うのかなどあまり自覚がなかった。そのため大して卑屈になることもなく、割と明るい学生だった。そんな私が大きくショックを受けたのは18歳の時。高校の制服のスカートを短くしてきていた私、ショッピングモールを歩いていたら、前から来る男子高校生たちからの視線を感じる。イヤホンをつけたまま音楽を聴いてなかったので会話が丸聞こえ。最初は私の外見を褒めている内容の会話だったが、すれ違った瞬間、待って、足見た、汚な、なえるわと言われた。パッと見でわからないからこそさらに驚いて出た素直な反応だったんだと思う。他の人からの感想をダイレクトに見て聞いたのは初めてだったんで、ひどいショックを受けてそのままトイレに直行して泣いた。それから韓国に来てからもひたすら肌を隠して過ごし、彼氏ができるたびに必ず付き合う前に了承を得るようになった。後で傷つくのが怖いし、相手にとっても最初に言っておくべきだと思ったからだった。幸い私が付き合ってきた人はほとんどがアトピーなんかで人を判断するような人じゃなかったし、もしそんな人がいたとしてもこちらから願い下げ、軽い気持ちで近づく人をフィルターにかけることができていたという利点もあった。本当に時々心ない言葉を言われたり、夏に露出のある服を着ている友人を見てはふと泣きたくなったり、そんなことはしょっちゅうあったけど、もうこのまま自分を受け入れて生きていくしかないのだと思っていた。ところが3年前、20代後半にして突然アトピーが悪化。薬を塗っても全く効果がないだけでなく、どんどんひどくなり、シャワーをするたびに背中に虫が張っているよう。日常生活もままにならず、本来絶対にやってはいけないけど、皮膚科に行ってステロイドを注射してその日その日をしのいでいたところ、通っていた皮膚科で別の皮膚病を併発しているかもしれないということで大きな病院への招待状を書いてもらった。そこが今通っている病院なわけだが、そこでなんとアトピーだけでなく陽疹という別の病気も併発しているという衝撃的な診断結果が。治療法は特にない。通りでステロイドも何も効かなかったわけだ。そこでアトピーの新薬治療でもあり、その他皮膚病にも効果が期待されているリピクセントを打ちたいと先生に相談した。当時は1本10万円だと聞いていた上、かなり重度でないと打てないと聞いていて諦めていたが、今症状がひどい上、免疫抑制剤を3ヶ月飲み続けて症状がどれだけ落ち着くのかを見た上でも、ひどければ対象者になるということだった。薬を飲み続け、やっと注射の許可が出た。2週間に1回注射を打つ。そして注射を打ち始めてもう早いことに1年以上が経った。あの頃の苦痛が嘘みたいに、かゆみが一切消えた。30年間が何だったのかと思うくらい、新しい傷がほとんどできない生活ができている。もちろんもうできてしまっている傷跡は痛々しいし、毎日の保湿は欠かせないし、顔が全体的に赤くなってしまう副作用や、気づいたら丸い湿疹が体のあちこちにできている。でも薬を塗ればすぐに治るし、何よりも体が痒くない。今は3ヶ月に1回病院に行って薬を処方してもらっている。個人の保険が適用され、自己負担を少し減らすこともできた。30年間の苦しみから解き放たれるのであればお金なんて欲しくない。生活の質が変わった。ありがとう新薬、ありがとう先生、ありがとう保険。針とか血が苦手な私、最初は怖かった自己投与も看護師さんから言われた무서워하실거없어요 뱃살이 없는 것도 아닌데という言葉を思い出しやっているうちに、震えることも気持ち悪くなることもなくなり、痛くないポイントが分かるようになってきた。
た。新しい傷ができないことから少しずつ身の回りのものや身につけるものにも変化が。自分の体でいっぱいいっぱいだった頃は何かのお世話をする余裕などなかったけれど、最近は植物を育てることがとても楽しい。今まで血がついてしまうという理由で使えなかった真っ白な布団も使えるようになって、いろんなパックを試したり、香料の入ったクリームが使え、香水を振っても肌が痛くなくなり、さらにはほんの少しずつ夏に涼しげな格好ができるようになってきた。そして30年間も続けた病気を克服しつつあるということ自体が私の自信となり、傷跡だらけの今の私の肌も私の一部であり印象であると本当の意味でやっとのことを受け入れることができるようになった。30年もかかってしまったけど、この30年で他の人が得られないものを私は得たと思っている。今苦しい人たちにもいつか克服できる日が、そして自分の中で受け入れられる日が来ますようにという気持ちを込めて動画を作りました。今日はここまで。それでは次の動画でお会いしましょう。アンニョン。